皆さんこんにちは。チームランドクルーザートヨタオートボデードライバーの三浦明です。今日はロードトゥダカール2022第2回目です。で今日はですね、先日帰ってきたばかりなんですけれども、8月にフランスで行った、ダカールラリー2022に参戦するランクルの開発テストのことをお届けしたいと思います。でダカールラリーって年1回しかないんですけれども、実は1年がかりで次のダカールのための準備っていうのは毎年やってるんですね。で、今シーズン大きなテーマに何がなっているかというと、まず1つ目がこちらです。東洋タイヤさんで、我々がラリーで使用する専用のタイヤを開発することになりまして、このタイヤの開発、そしてこちらですね。何か分かりますかね。タイヤが変わるということで、それに合わせてブレーキ、これパッドの写真なんですけれども、ブレーキの改良、この2つが、大きな、今シーズン開発のテーマになっています。今なかなかコロナの影響で海外に行くっていうのも難しくなってしまったんですけれども、前回の1月のダカールラリー以来久々にチーム全員が集まって、フランスでテストをすることができました。今日はですね、そのテストの映像をご覧いただきたいと思います。では早速今ご覧いただいているのが、僕たちが今回、テストで走ってきたコースの、映像になります。でこれフランスのですね、南西部に、トゥールーズっていう大きい町があるんですけれども、その外れにある、オフロードコースで、最大のストレートがオフロードでなんと2キロぐらいあったりとか、結構もう本当にねこの丘一つ丸々オフロードコースになっているような場所です。で奥の方にずっと丘陵地帯が続いてるんですけれども、なんかこの周りが結構有名なワインのブドウの産地みたいで、フランス人のメカニックとか選手とかみんなこぞって帰りはワイン買って帰ってたのがすごく印象的です。僕はアルコール飲めないんで全然興味がなかったんですけれども、で、このコースを使って今回タイヤと、ブレーキのテストをやってきたんですけれども、合計で4日間ランクルで走ってきました。で普通だと、僕たちよくモロッコでテストをするんですけれども、なんでモロッコでテストするかっていうと、こういう硬いグラベルもあるし砂丘もあるし、川もあるし、あらゆる路面がそこにあるからテストをするんですけれども、今回まだちょっとモロッコに行くのは難しいということで、まずはこの高速のグラベルでのタイヤの性能をしっかり見極めたいということで、今回このコースを使ってきました。コースすごく広くて分岐もたくさんあるんで、あらゆるレイアウトが取れるんですけれども、少しでもダカールに近い環境を出したいので、低速でコーナーが続くようなセクションをわざと用意したり、あと結構路面のギャップがあるような場所を選んだり、場所によってはストレート全開で走れるようなシーンも作ったりとか、できるだけダカールラリーで使用する速度レンジを使えるような、今ここでジャンプしますけれども、こんなようなシーンも入れながら走ってきました。さっき路面のアップが映りましたけれども、今回のコースの特徴としてはグラベルの中でもかなり硬いんですよ。砂利っていうよりはもうどちらかというと本当に岩盤の上を走ってるような路面になっていて、これってタイヤにすごく過酷なんですね。で逆にこの過酷すぎるぐらいの環境で走ることによって、ここでしっかりタイヤの剛性もあって、パンクとかもしないよねっていうことを確認しつつ、あといろいろ複数の選択肢をタイヤメーカーさんが用意してくれたので、どれが一番ラリーに、僕たちのこのランクのドライビングに適しているかなっていうようなことを選ぶテストをやってきました。だいたいこのコースだと最高速で今回だと140キロぐらいまでは出るような、そんなレイアウトで作りました。でこれ見ての通りすごい自然の中なんで、コース朝一走ると最初結構動物がいて、可愛いウサギがいたりタヌキみたいなのがいたり、ハクビシンみたいなのがいたりで、みんなで今日は何見たぞとか言いながら
朝は楽しく走ってましたね。で、最初はまずそのタイヤの評価をやっていって、じゃあ本番、このタイヤが一番いいんじゃないかって今回思われるタイヤをまず1つ選びました。で今度、そのタイヤを基準に、ブレーキパッドを複数種類、テストして、タイヤとブレーキどれが一番マッチングが取れているかなっていうようなことを評価しています。でテストとは言うんですけれども、メカニックは本番同様のメカニックが日本からもフランスからも来ていて、で、今福岡トヨタの2人のメカニックが作業しているシーンが映ってるんですけれども、1人穴見メカニックは実はこれが海外でのテスト初めてだったんですね。なので今フランス人の喋ってるメカニックがペドロっていうメカニックなんですけども、彼が日本人メカニックのコーチ役を兼ねているメカニックなので、今回車のテストをやりながら新人のメカニックの育成トレーニングなんかもやっていました。こちら今映っているのがチーム監督の角谷さんですけれども、角谷さんなんともともとハンドボールの選手で全日本代表経験もあるそういうハンドボール界ではちょっと有名な選手なんですよ。でなんか昔まだチームにこの監督として来たばっかりの時になんか自分の休憩用にボール持ってきてて、でこうホテルの壁当てやってたんですよね。でその球が尋常じゃなく速くてフランス人がざわついたという伝説を持っています。でこちらが福岡トヨタの中竹メカニック。中竹メカニックはもう3年目で後輩の先ほど紹介した新人の穴メカニックにいろんなことを教えたりしながらもうチームの一戦の戦力になっているメカニックです。でこちらが今回新人加入してもらった穴見メカニックですね。まだちょっと緊張している様子もあったんですけれども、少しずつチームにも慣れてきてフランス人に言葉が分かってるか分かんないですけどなんか絶対いじられてるんだろうなっていう感じでした。今回メンバーとしては1号車、2号車それぞれのクルーが来たので、僕とローランのコンビとチームメイトのロナルドとジャン・ミシェルのコンビ両方来ました。ただテストだったので基本的に走行させた車はテストカー1台で走ってます。でタイヤとブレーキが中心のテストというふうに言ったんですけども、最終的には車全体としてパフォーマンスが上がってるかということが重要なので、タイヤとブレーキを変えながらエンジンのセッティングなんかも本番を想定したセッティングで車全体をいい仕上がりになってるかっていうことを確認してます。お待たせしました。みんなこのランクルのジャンプするシーンきっと大好きだと思うんですけど、これ実際ダカールラリー中にもこうやって車が飛んだり跳ねたりするシーンっていうのがあるんですね。で当然車の重さ負荷がタイヤサスペンションに一気にかかるシーンでもありますので、実際にジャンプもして本当に問題なくクリアしていけるのかそのスピードでそのジャンプを超えることができるのかっていうことを見ています。で皆さんこのタイヤのテストしてきましたよっていうのを聞くとじゃあ果たしてどんなタイヤになったの、そのタイヤはいいのっていうのが気になると思うんですけれども実際走ってみた率直な感想として、まだまだこの次にもテストがあって、成長過程ではあるんですけれども、もうすでにダカールラリーがすごく楽しみです。で、今回はこの硬いグラベルのテストだったんですけれどダカールラリーになると砂の砂丘も越えていかなければいけないんですね。でやっぱりこの砂丘をスタックしずに走り切り、かつこの硬い路面でパンクせずに走り切る耐久性、これを両立させるというのはすごく難しいことなんですけれどもどういう方向に持っていったかっていうとよりこう縦に進もうとする、トラクションというんですけども、そのトラクションが強くかかる方向のタイヤに開発してもらっていて、いわゆる車ってハンドルとアクセルとブレーキで基本的には操作するんですけれども、アクセル操作によって自分の行きたい位置に車を持っていくことがよりしやすいタイヤっていうのを目指して作ってもらっています。であとはなかなか皆さんイメージ湧かないかもしれないんですけど、砂丘走る時って実は空気圧をすごい下げるんですね。通常皆さん街中で車乗る時って2.3 キロとか 2.4 キロぐらいエアーを入れてるんですけれども、砂丘走る時って 1.0 ぐらいまで落とすんですよ。で
じゃあ僕たちラリー中どうするかというと、砂丘の前に来ると空気を抜いて、でこういう硬い路面に来たらもう一回空気を入れてっていうのを車を止めて作業してるんですけれども、当然その止まってる間っていうのはロスタイムになるので、低いやつでももしこの硬いところが走れば止まらずに走れるんですよね。なのでそんなところを目指して、通常こういう路面であれば2.0 キロ以上入れるっていうのがセオリーなんですけれど、わざとこう 1.5 とか 1.2 とかそういう空気圧でも走ってみて、その感触がどうかとか本当にパンクしないのかっていうようなことを試す、そんなことを4日間ずっとこうドライバーを交代しながらやってました。でなぜ砂丘に入るとき空気圧を下げるかっていうところなんですけれども、砂ってすごく柔らかいのですぐにこう空転して滑ってしまうんですね。でその時にこう接地面ができるだけ大きくなって、抵抗がある方が空転しにくくなるものですから、空気圧を下げて、接地面を増やすということをやってるんですけれども、これ砂丘だけの特殊な話ではなくて、例えば雪道でこう滑りやすいシーンなんてあると思うんですけれども、そういう場面でも空気圧をちょっと調整することによって走りやすくなったりとか、あと実際に雪国に住んでいらっしゃる方なんかはそういうことを実際されてると思います。今回はこのフランスのオフロードコースでのテスト映像をお届けしたんですけれども、冒頭お伝えした通りなかなかコロナでこう海外に行けないっていうところもあるので、実はこのフランスに行く前にも日本でテストをしたりですとか、あと当然このフランスで得られたデータをもとにエンジニアがデータを検証して次のための試作タイヤを作ったりとか、テストをしている時だけでなくチームっていうのは常に動いてます。今僕がこう喋ってる間にもエンジニアは必死にいいタイヤ作ってくれてると思うので、僕も次のテストがまた楽しみです。で今回タイヤのテストなんですけれども、どれぐらいじゃあ走ってきたのかっていうところなんですが、僕たち実際本番のダカールラリーだと500キロ600キロパンクとかのトラブルがなければ無交換で基本的には走りきらなきゃいけないんですね。そうすると最初は新品のタイヤですけれども、だんだん消耗してきます。でこう消耗してきてもある程度やっぱり一定のパフォーマンスを発揮してくれないと、次の目的地にたどり着くことができないので、もう本当に全てのブロックが取れて、本番ここまでは使わないだろうぐらい、今写真に写ってるぐらい使い込んで、走ってきました。で今回素晴らしいタイヤを作っていただいたので、この状態になっても、ちゃんと次の目的地にはたどり着けるよねっていうことも確認できたので、安心して、本番のダカールラリーは攻め切ることができるかなと思ってます。でここまでテストの模様だったりこのタイヤの紹介をしてきたんですけれども、なんかこのテストならではのこうハプニングみたいなこう面白いエピソードを紹介したいなと思ったんですけれど、やっぱりまだまだこのコロナの厳重、警戒態勢っていうのもあったので、実は僕たち食事も全部このテストコースの中で自分たちのケータリングサービスの中で済ませるぐらいどこにも行かなかったんですよ。なのでちょっと今回そういうサブエピソードみたいなのなかなかなかったので、また次回以降のテストで、そんなお話も紹介できたらなというふうに思ってます。次回ロードトゥダカール2022第3回目は10月に僕たちが参戦するモロッコラリー、これはダカールラリー本番前最後の実践テストのラリーになります。このラリーの様子をお届けしたいと思います。ダカールラリー2022本番は1月2日から1月14日まで、チームの公式ウェブサイト SNS から日々の速報をご覧いただけますし、 J スポーツではデイリーのハイライトの放送もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。では最後にランクルチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。